空音の見えない世界のお話。こんにちは、空音和美です。今日も見えない世界のお話を始めたいと思います。今日は私の高校1年生の時の同級生とのお話をしたいと思います。その彼女とは1年間だけ同じクラスだったんですけれど、早くからねグループが出来上がってたんで、グループ同士で動くんでね、ほとんど接点がなくって、どんな人かも知らなかったんですよ、実は。でも彼女はね、とっても美人で、なおかつとってもね素敵な名字だったもんですから、一度で顔と名前が一致したんですよね。私ね、高校時代はねすごい暗黒の時代だったんで、クラスメートがね誰だったかもねろくに覚えてないんですけど、彼女だけはねその後もちゃんと名前と顔と一致して記憶に残っている人ではあったんです。それで高校2、3年もね別のクラスになって、もちろん接点もなくそのまま卒業して、それでね就職してから何年かしてなんですけれど、実家が近いっていうのは分かってはいたんですけれど、偶然ね朝の通勤のバスで再会したんですよ。でそこから毎朝おしゃべりしながら2、3年くらいかな、結婚するまでそれが続きました。で結婚して私は1ヶ月くらいですぐね関東の方に転勤になっちゃったんで、それでも帰省した時にはね連絡したりして、つかず離れず関係は続いていました。で10年くらいして札幌に戻ってきたんですけれど、そこからはねよく行き来するようになったんですけれど、で彼女とはね不思議となぜかねお互いあなた呼びなんですよね。いやあなたさあみたいな感じで呼んでたりとか、共通点もねいろいろあるってお互い感じてることがあったり、体調もねなんかねこうバイオリズムが似てるかもねなんて話もしてたこともあったりしたんですよね。で共通点といえば、彼女のところでワンちゃん飼ってたんですけど、うちの子供たちもずっとね犬が欲しいって言ってたのもあって、彼女のアドバイスを受けて飼ったんですよ。そのうちのワンコがね成長していくにつれて、彼女の家の犬と同じ犬種だったっていうのもあったんですけど、すごくそっくりになっちゃって、顔もね体型もなんなら声までね同じように聞こえたりしてね、親も違うのでね兄弟でもないんですけど、そっくりでした。でその犬をね飼ってから半年くらい経って、私はね最初からどうしてもね白い犬が欲しかったんですよ。でも、結局違うワンコ買っちゃったんで、でもね可愛い子に出会っちゃったんですよ。それでね安くしてくれるっていうのもあって、へそくりでねマルチーズ買っちゃったんです。でそのマルチーズはラビっていう名前をつけたんですけれど、ラビはね慣れないとねかなり吠える子だったんですよね。でもね彼女にはね最初から懐いてたようには記憶してます。ということで、そのラビが絡むお話が今日のお話なんですけれど、まだね彼女もねラビに1、2回会ったかどうかっていう頃だったんですが、彼女が教えてくれた動物病院にラビを連れて行った時のことなんですけれど、私とラビがね診察を終えて待合室に戻ろうとね、ラビを抱っこしたまんま診察室のドアを開けたんですよ。そしたらねその途端ドアの向こうが真っ白な世界になってたんですよ。それで待合室のガヤガヤした声とかも一切聞こえない、人も見えない、もうしんとして誰の気配もなくて、本当ね雲の中に入ってるみたいな、そういうねもやがかかったようになっているそのね空間に入り込んじゃったっていう感じだったんですよね。でもねドア開けて一歩ね出た途端に、その瞬間でもう私の頭もぼーっとして、その空間にも入り込んでいる感じで、ふとね向こうを見るとね、左側に一人女の人がね横向きに座ってるのだけが見えたんですよ。だからね霧の中に一人だけこうぽわっと浮き上がってその人が見えてるみたいな、そんな感じだったんですよね。でねそれでその女の人が見えた瞬間にね、私はね私だって思ったんですよ、なぜか。それでその人に向かってね迷わずね歩き出したんですよ。
でその間中ね、もちろん別世界の雲の中にいるんですけれど、でゆっくりなんですよね、時間が。でゆっくり歩いて、言ってももう7、8歩だとは思うんですけれど、でね、その私が私だって思ったその女の人の前で止まったら、その人がねゆっくり振り向いたんですよ。で私はねそのまんま無意識にその人にねラビをね手渡すんです。でラビもねおとなしく吠えもしないでね、その人にねゆっくりね抱かれていくんですよね。スローモーションみたいに見てる自分がいるんですよ。何の違和感もなく。それでね、抱っこされて抱っこし終わった瞬間みたいな時にパッとね現実がね切り替わって元の状態に戻ったんですよ。それで私もその人もはって我に返って、でもうねお分かりだと思うんですけど、その私が私だって思った女の人がその高校の時の同級生の彼女です。もうね瞬間でね、人もガヤガヤした待合室も全部戻ってきたんですよね。多分ね30秒にもね満たない時間だったと思うんですけれど、でね我に返ってから、彼女がいるんですよ。何が起きたのってね、私はなんか無意識に私だなんて思いながらいるもんですから、彼女がいたってことにまずびっくりですよね。でね、それで何が起きてたんだろうって言ってお互い話したっていう、そういう出来事がありました。もちろんね彼女もそこの病院に預けてたワンちゃん引き取りにね来てたって言うんですけど、この話をねするのに改めて確認してみたんですよね。でそしたらやっぱりね彼女も時々あの時のことを思い出してたって言うんですよね、なぜかね。でその時の彼女なんですけれど、もうね彼女も座って待ってたらいつの間にかぼーっとしたやっぱり白い霧のような中に入っていって、同じようにね私と同じように向こうからね、彼女から見たら右側ですよね、向こうからね歩いてくる私だけが見えてたって。でもね彼女はね私のように私だじゃなくって、もう和美のことをね和美だと認識してはいたんですって。でもラビをね差し出されても何の疑いもなく、やっぱりね彼女もぼーっとしたまんまそのまま受け取ったって、疑問も持たずに。そしてねお互い同じタイミングではっと我に返ったって言ってました。不思議ですよね、本当に。何なんでしょう。でもねその後何かまたあったとかっていうわけでもないんで、だから何とも思いますけど、一瞬でね異空間に2人で行ったのは間違いないとは思っています。ということで今日のお話はこれで終わります。ではまた。